らっしゃいませ、ジースです。今回はクラシックギターの世界的公募、一般的にはメーカーブランドと言っていいと思うんですけど、スペインのラミレスについて自分なりに語らせていただこうかなと思います。ラミレスに関しての一般的な知識半分、あと、自分ずっとというか、結構ラミレス使ってきてるんで、その主観半分という感じで異論もあるかとは思いますが、自分はこんな感じでお付き合いしているということで、寛容なお気持ちで楽しんでいただければ幸いということで、よろしくお願いいたします。まずラミレスといえばですね、セゴビアですよね。今ネットで演奏動画見てもヘッドの形がね、ラミレスってすぐわかるんですよ。これですね、知ってますこのちょっとデカめで、ここ両脇からシュッて線が入ってる感じ、これはラミレスですわ。昔は本当にマジでね、王道のギターだったと言っていいと思うんですよ。しかもね制作本数が少ないからではなくて、制作本数が多いからみんなが使うわけですよ。一頃はコンクールといえばラミレスみたいなね、そんな時代もあったと聞きますけど。で、見た目だけではなくてね、ちゃんと音量の方もね、クラシックギターらしいんですよ。すごくマドリード派とか言われるんでしょサッカーのね、レアル・マドリードってチームありますよね。あれレアルって王室って意味ですからね。もう本当に日本で言えば天皇の東京みたいな感じで、スペインの首都ですよ。だからマドリード派のギターっていうのは、日本で言えばですね、江戸前寿司とかね、東京風みたいな感じ。関西とかってね、違うんですよこれはやっぱりね、スペインのギターっていうと、こういう感じの音がするって、なんかね、だから例えばタレガとかアルベニスとかをラミレスで弾いていただくとね、やっぱね、これやなーって感じですよね。ギタリストなら誰もが憧れる名機だったんですが今はどうでしょうね。だいぶ時代変わりましたよね。というわけで、ちょっと歴史のおさらいもしてみようではありませんか。せっかくなんで。で、ですね、もともとギターって知ってます？皆さん。もともとのギター。そんなにね、古いあれじゃないんですよ。今の形になって、だいたい100年ぐらいですね。バイオリンなんかだと300年以上の前のストラディバリが今でもバリバリコンサートで使われてたりするから、それに比べたらずっと若い楽器なんです。ただ弦を弾くというタイプの楽器は昔からいろいろあってね、中東にもあるし、ヨーロッパではリュートとかね、19世紀ギターなんかもありますよ。だからそういう昔のギターっぽい楽器を使ってソルとかカルセカシとかってやってたわけですけど、このタイプの形が確立したのは1800年代後半ぐらいでね、弾きやすくて音も良くてっていう感じで多分一回ったんだと思うんですけど、このタイプのギターのまさに創世期の制作家の一人がラミレス一世さんですね。で、さすがにラミレス一世のギターっていうのはあんまり残ってないと思うし、自分も弾いたことはないです。で、その次の2世になるとね、時々ショップに置いてあったりもします。ただこの頃のラミレスまではね、やっぱり普通白っぽいスプルースでね、見た目はサントスとか他の制作家とあんまり違いがない感じではあります。でね、ラミレスが明らかにラミレスになっちまったのが、問題は3世からなんですよ3世からの世の中、なんかピラミッドの王様みたいな感じですけどね、ラミレス3世のね、ギターっていうのはセゴビアが大体使ってますよね。ヘッドの形ですぐ分かるんですけど、セゴビアが、気に入ったのか、セゴビアがオーダーしたのか、オーダーして作ってもらったって話もありますけども、大体使ってた。で、そのね、ラミレス3世さんはね、なんちゅうかね、
ある意味割り切った人だったみたいなんですよね。割り切るっていうのはね、いいギターっていうのはちゃんと制作を管理すれば職人たちで量産できる、工場とは言わないけど工房ですよね。だから一人の芸術家としてね、こうがっちりこう練り上げていくっていう作り方をした人ではないんですよ。メソッドをきっちり作って、いろいろ目配せはして板とか選んだと思うけど、何せね、大人数でドーンとラミレスギターっていうのを作ったんですね。で、素材もね、新素材をこの3世から使っていて、レッドセダー、杉を初めてクラシックギターに使った人としても有名ですよね。で、なぜその杉を使い始めたのかっていうと、そもそもスプルースとかだと良い材料が手に入りにくいからということが理由だったそうです。だからもっと安定した高品質なものはないかと思ってね、それでレッドセダー杉に目をつけて、パーッと作っていったわけですよ。で、実際の本数って正確にはよく知らないけれども、一般的にクラシックギターの個人制作家が年間10本から20本ペースだとすると、その10倍はね作っていったと思いますよ。年間100本以上ですね。だからねビジネスとは言わないんですよ。いいギターを多くの人に使っていただきたいっていうね、この願いがね3世にあったんですね。でね、人材育成にも力を入れてらっしゃって、ラミレス工房は多くの優れた制作家を抱えてました。70年代はね、楽器の内側にイニシャルを入れたりしてましたね。いわゆるスタンプ付きラミレスって言って今でも人気のあるやつがあるんですけど、例えば、後に独立して有名になったベルナベがラミレス工房にいた時に PC っていうマーク P と C っていうマークをね、自分の作った証として内側に刻んでたんですね。この PC スタンプのラミレスなんか今でも高いんじゃないかな。ただですね、さすがにうちはラミレスなんだからベルナベじゃないんだからそういう個体差はですね、もういい加減にしようみんなということで、ラミレス3世はね、スタンプは途中で廃止していきます。スタンプのないギターにしていくんです。でラミレス3世が高齢になっていよいよ4世にバトンタッチしたっていうのが1990年ぐらい、その後ぐらいでいろいろあったわけですよ。この4世でね、4世に変わるタイミングに合わせてギター自体もね変化した時代だったんですよ。というのはかつては生音でね大きくホールに響かせることこそがグランドコンサートって意味でね、弦長長めで張りが強くて極寒になるタイプが高級ギターだったんですけど、でもほら録音がデジタルになってまいりましてですね、ものすごく精細な音がみんなスピーカーからイヤホンやらで聞けるようになって、雑な大音量よりも針の糸を通すような正確なギターの方がね高評価されるように時代になってきたわけですよ。だからロマーニロスとかあとハンフリーとかもですかね、録音でやったら多く使われたギターってあるんですよ。でもそういうギターってライブで聞くとね、そんなにいいこれっていう実感を案外持ちがちですよね。そういうのってありますよね。でもそうね、やっぱり録音だとすごい正確な表現力が良かった。でそういう時代になってきたんでね、時に4世に変わりまして、だから3世時代は大音量大迫力で弦長が長かったんですよ。今より 1.5 センチほど、166ミリのラミレス多いんじゃないかな。でも4世の時代になって650ミリ他のギターの標準なんですけどのギターにだんだん移行してきましたね。豪華に鳴らすってことではなくなってきた。これねただの1センチ5ミリって思うかもしれないですけどね、でその分指の開きが
大きく開かなきゃいけないということはあるんですけれども、それ以上にですね、同じ音程で1センチ弦が長いとその分強く弾かなきゃいけないじゃないですか。グイグイってしないと、その人と同じ音が出ないんで、同じ音程の音がね出ないんで、やっぱり張りが強くなっちゃうんですよね。同じ弦を張ってもね、そういうやっぱり指に負担がくるのもあるな、やっぱり長い楽器は。で、4世の時代になりましてこの4世さんがね、どうもね、とてもね真面目な人だったっていう、僕の勝手なイメージですけどね、ラミレス工房を縮小したんですよ。もうそんな、大金が飛び交うのは音楽芸術じゃないっていうかね。で、4世はその大勢いた職人を出て行ってもらって4人だけに絞ってしまいますね。その工房縮小が1992年なんですが、実はこのうちのギターが92年制作なんですよ。でうちのギターには13というスタンプが内側にあるんですがね、アルファベットでなくてすいません、数字で特殊なんですが、これがテオドル・ペレスさんのマークですね。テオドロ・ペレスさんっていうとフラメンコのオキチンさんが愛用していることで知られる、今結構なんて言ったら申し訳ない、ちゃんと立派な世界的制作家さんです。そのテオドロ・ペレスさんが10代のうちにラミレス工房で働き始めた生粋のラミレス職人さんですよ。日本で言えばね中卒組みたいな、もう義務教育終わったらもう工房に弟子入りっていうような人生を送ってこられた方で、そのペレスさんが20年近く働いた工房を92年に去る時に集大成として作ったやつが、多分おそらくうちのギターがそういう思いがこもってんじゃねえかなという感じで、実はねあんまりラミレスっぽくない音ってよく言われます。これ弾いてるとね、ペレスさんのことはいいや。でですね、このラミレス4世で一旦工房は縮小されて、量産体制に幕を閉じたんですが、4世さんね早くに亡くなってしまうんですよ。2000年ちょうど肺がんだったそうです。でその後4世の妹さんがね、アマリア・ラミレさんが工房主となりまして、また再スタートでこの再スタートがね、またラミレスのビジネス拡大路線に戻っちゃった感じなんですよね。4世が亡くなって10年、2010年当時で14人のチームだったって言いますからね。で今ではもうエレガットやスチューデントモデル、廉価版なんてかもガンガン作ってますよね。というのがラミレス工房の1世から4世、そして妹の方まで、そういう100年ぐらいの流れです。でじゃあラミレスギターとはどんな特徴のギターですかっていう話なんですが、音色で言えばやっぱマドリード派って感じですよね。東京、日本で言えば東京風みたいな、いかにもっていう。だからもっと繊細なギターとかね、現代の高性能ギターとか、ダブルトップのデカオトギターとか、オーストラリアのとか、今いろんなギターがありますけど、スペインの楽曲を弾いてね、やっぱいいな、クラシックギターらしいなって音色はラミレスが一番と言っていいんじゃないかなと個人的には思いますね。でね、どうしてそういう音になっているのか、その秘密についてね、自分なりにいくつか思い当たるところを言わせていただきますよ。まずね、力木なんですけど、ギターの内側には板の強度や伝達をサポートするための木の棒が貼り付けられています。その形状でね、音の個性が出るんですよ。でラミレスはこういう形ですね。で他の対照的なハウザーだとこんな扇状の感じです。で扇状のやつはね、音が全体に均等に広がって欠点がないビヨンって感じ、まとまりの良い優等生と申しますか。でもなんかね、常に全体が連動していてコントロールしようとしやがるから、
なんか不自由な感じも僕はするんですよね。なんか、スピーカーで言えば大口径フルレンジみたいな、まとまりはあるんだけど、なんか音に自由さがないっていう感じ。いや、まあこれもすいません、ちょっとね、自分はラミレスユーザーなんで、そういう感想もございます。で、それに対してラミレスは、スピーカーでいうところの杖ですよ。もう低音はこっち、高音はこっちってね、潔くもう分担しちゃってる感じ。だから、そういう意味で発音がすごいナチュラルですね。低音も豊かに出るし、高音も甘く存分に歌える。ただし、なんかね、上下の切り替わりのところ、具体的には3弦の音あたりかな、結構不安定になりがちな印象もあります。オーディオで言えばね、クロスオーバー帯域ってやつですよね。どうね、これもう楽器の鳴らし方とか好き嫌い人それぞれですけども、ラミレスの上下自然な鳴りっぷりに慣れちゃうとね、ハザータイプのギターなんか不自由な感じが僕はしちゃうんすよね。送るだけでしょう、それは。基本的にね、ラミレスはね、自由なんですよ。無理に作ったような感じがなくて、ちょっと音色は美音というよりはハスキーな感じ、やぼったい田舎っぽい感じもするけど、そこがね、シェリー酒の癖みたいなもんで、いいんですよ。スペイン音楽にぴったりって感じです。で、もう一つね、話にしましたシダートップ、杉の表板ですよね。ここは白っぽい、黄色っぽいんじゃなくて茶色っぽい。でこれこそね、ラミレス3世が見つけた素材でして、ラミレスらしさっていう感じもします。このね、杉と松に関してはドラクエ論争と含めて動画作ってあるんで、よかったらそちらをぜひご覧ください。で、そっちでもちょっと言いましたよね、シダートップはだから甘い音色が魅力とかって言われること何回か耳にしたことあるんですけど、それね、僕は違うと思うんですよね。このシダーでも硬いセラック塗装してあると、ジェイコブソンとかのそうなんですけど、やっぱりね、硬質な音に なりますわ。甘い音が出ない。だからもともとバルサみたいな軽くてパサパサした木なんですよね。でね、だからそこにもっとまったりした色気を添えたいっていう意味で、塗装がね、このシダートップ&ラミレスなりの塗装っていうのがございましてねここが面白いんですよ。ちょっとね、ちょっと厚みにこってり塗ってあるんですけどね、これがユリア樹脂っていうんですよ。ユリア樹脂をベースにした合成塗料ね。知ってます？ユリア樹脂って実はですねいや、分かりやすいところだと麻雀牌がそうらしいんですよね。言われてみればなんかラミレスって麻雀っぽいでしょなんかガラガラっとして裏ドラ期待みたいなところがラミレスにはあるって感じませんかこれね、プラスチックの一種みたいだけど、しっとりとした質感があってね、手に馴染んで、それでいて傷つきにくいんですよね。麻雀牌ってみんなガラガラやってるのに全然傷ついてないじゃないですか。細かい傷はついてるのかもしれないけど全然目立たない。で、手に馴染むし、これがね、これこそが麻雀牌こそがはい。で、麻雀知らない人にはあれなんですけど、もう一つ例えると、高級傘の持ち手とかそうらしいですね。ビニール傘はただのプラスチックですけど、もっと高いいい傘になるとしっとりと手にならず持ち心地、あれがユリア樹脂の持ち手らしいです。そういうね、しっとり系の丈夫な樹脂で軽いシダーを覆うことで独特な甘い音色がね、意図的に作られていたんですということで、麻雀牌のようにチャラチャラと歌わせていこうではありませんか。はいあともう一つね、
ヘッドとネックも特徴的ですよね。ここのネックとここのところ、これねラミレスでかい太いんですよ。でこの太さを嫌う人ってやっぱりいらっしゃいますよね。確かに弾きにくいんです。このハイポジションとかすごくね、もっと細いネックのギターもあるのに、なんでこんなのっていう感じもあるんですけど、実はこれは誰かが言ってるの聞いたことなくて、僕の持論なんだけど、間違いないと思うんですけど、このネックの黒いところはすごい硬い木を使うんですね。薄いこのところはね、映ってます？ピンと合ってないかな。この黒いところは硬い木を使う。でもこの裏側はね、実はマホガニーと言いましてね、柔らかい木なんですよ。はい。だからここのところでね、甘い響きに貢献してくれるわけですね。ギターの制作に関して YouTube で動画なんかも結構あるんですけど、僕も見るんですけど、ボディの作り方なんかね、こういろいろ映ってるんですけど、ここのネックのこの核心の部分って説明してる動画ないんですよね。ここのあたりがね、なんか一番重要な部分らしい。音色を作る。でそれでこのマホガニっていうあえて柔らかい木をここに使うんで捨てるんですよね、ラミレスは。でここも太くて、でだからですね、ラミレスってネックが太くて丈夫そうな割にネック反りのギターって多いですよね。どっちに沿ってるのか僕は知らないけど、中古でしばしば見かけます。もう仕方ないっていうかね、柔らかいネック材を使っている音色のために音色優先で使ってるから曲がりやすいし太くて弾きにくいんですけど、これがラミレスの音色を作ってるっていうのが僕の持論でございます。ちなみにね、このマホガニって知ってます？実はこれほどねピンキーの材もないってやつでしてね、なんか割と育ちやすいので、安い量産ギターの裏板なんかにもよく使われますよね。1、2万のアコギとかね。だからそういうマホガニって安いギターじゃん、楽器のやつじゃんという印象をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、でも例えばですよ、9番マホっていう9番マホガニってなんかね、赤い宝石と呼ばれてる、すごいですよね。もうその9番のマホガニはさすがにもう樹木としてはもう伐採終わっちゃって存在しない。だからもしそれを楽器として使うんだったら、その9番マホから作られた欧州の高級家具とかね、ベッドとかをね解体して無理くり楽器にするということもあるみたいで、さすがに9番マホは無理だ。でもこの南米のね、ホンジュラスマホガニっていうのがもうありまして、ちょっといくらぐらいだと思います？高いんですよ。高いんだけどさ、何十万かと思うでしょ4、50万だと思うでしょとんでもない。アメリカの通販サイトですけどね、横板と裏板だけで115万9000円これは 10% 値引きして115万ですよ。板だけでこのお値段で、円安の影響もあるけどさ、すごいですよね。僕が知る限りね、あの人コユンババ作曲したドメニコーニさんがね、動画で裏板が真っ赤なギターを使ってたけど、多分はそういう高級マホガニのギターじゃないかなと思いますね。クラシックではあまり見ないけど、鉄弦だとね、日本の制作家の方でも最高級のマホガニを使って鉄弦ギターたまに見かけます。でうちのラミレスのネック材が果たしてどこ産のマホガニかまでは知らないんだけど、まあいいものを使っていると思いますよ。なんたってね、ラミレスとかあとドイツのハウザーとか、昔から続いている工房の最大のアドバンテージってね、やっぱり木材在庫の豊富さですよね。しょうがないですよね。でも100年かけてね、世界中から集めまくってますからね、いい材もういっぱい持ってるらしいですよ。だからラミレス
の一つの特徴として、ね、作り方がどうこうとかっていうのはあるけど、やっぱり基本的に材がいいですよね。うちのはこのハードサカランダじゃなくてローズウッドだけど、これだけね重みがあるしっかりしたローズウッドなので全然素晴らしいと思います。はい。という感じがラミレスギターなんですが、ちょっとね注意点みたいなことも少し言わさせてください。今のラミレスは量産メーカーとしてスチューデントモデルやエレアコなんかも作ってますけどね、そういうのは悪いけどラミレスの音とは思わない方がいいっすよね。弾き心地も音もね、本家の 1A とは1A っていうのが一番ね、昔からなぜ 1A なのかじゃない、1のアルファベットの A で、両方1番ということで、1番のギターっていう、うちの1番のギターってことなんですけど、それじゃないとね、やっぱり本当のラミレスの音は弾き心地もね、音もね、十分じゃないですよね。なんかラミレスの名前に惹かれて半端なものを買っても満足できない可能性が高いなとは思います。ある段階的にね、今の段階はこれだっていうのはいいけどね。あとネックが太い割に曲がりやすいっていうことは先ほど言いましたけど、弦を張りっぱなしにしてね放置は本当厳禁な楽器ですね。音を出していればいいんですけどね、音を出せないときは弦を緩めにしないと。ネックはこの太いネックだから大丈夫とかって甘く見てると本当に曲がりやすいんで、柔らかいネック使ってるんで、そこは気をつけましょう。本当に反っちゃったラミレスはもうしょうがないんで買わないようにしてください。原稿はいくらでもね、よく動画でこの原稿はナミですとかっていう時、原稿なんていうのはいくらでも調整できるんだけど、ネック反りだけはもうしょうがないんで気をつけてください。あと弦長ですね。弦長もさっき言いましたけど、古いラミスはやっぱり弦長が 1.5 センチほど長いやつが主流だったんで、それがねどうかですよ。長いなりの音の魅力っていうのはもちろんあるんですよ。ダイナミックでね、よく響く感じ、すごい響く。でも普通の人はね650を探した方が、うち650なんですけどね、これの方がいいと思う。だいたいね身長が175から180ぐらいある人で、ユニンも普通より長めの人なら使いこなせるかもしれないけど、ちょっとそのぐらいのポテンシャルを要求する楽器っていう感じが今はしますな。はい。あとちょっとねこれはなんていうか本当に気をつけてほしいんですけど、ラミレスってねラベルの張り替え疑惑ってあるんですよね。すいません。僕が実際に見たのはね、それは半端な店じゃないんですよ。都内の有名なクラシックギター専門店だったんですけど、そこでねラミレス 1A って展示してやって売ってるやつだったんだけど、弾かせてもらうとなんか違うんですよ。で見るとねラベルが妙に新しくて、3世の際も似てないし、これ店で口には出しませんですけど、多分 2A かそれ以下のラミレスをラベルを貼り替えたやつって感じちゃいましたな。ただ同じラミレスですもんね、 1A 以外は量産ギターっぽい音しちゃいますからね。そういうのは弾けば分かっちゃうし、実際に自分がそういうのに当たってみるとね、思想で当たってみると結構怖いなと思っちゃった。で同様なことはもちろんネット通販でも起こりがちだろうし、専門店だから安心できるっていうことでもないので、専門店の方がはるかに安心できるけど、それでも完璧ではないので、ちょっと心に留めておいていただきたいことですな。ラミレスは生産本数が多いだけにネック反りとかラベル偽造とか長い長弦でちょっと弾きにくいとか、たとえ値引きされていてもおすすめしにくい個体っていうのはやっぱ結構あるんですよね。ということはね、ラミレスだからみんないい、ラミレス 1A だから全部 OK、 安ければ安いほど OK ということにはなっていないので、そこは知っておいた方がいいと思います。逆にそういうことをね一通りクリアした個体っていうのはやっぱり
中古で70万以上は値段ちゃんとついてるんじゃないかな、ラミレスでね、と思います。基本的にね、丈夫なのがラミレスですね。セゴビアがラミレスを愛用したのも、ツアーで世界各地に持ち歩いてもね、湿度とか温度とかの変化に対して楽器が安定してるからっていうのが理由だったって言いますしね。何せ麻雀、カラカラっとする麻雀牌と同じ塗装で、温度や湿度変化にも強く、汗がついたからって言ってね、別にほっといたって変色もしないしね。本当にね、いいっすよ。丈夫なギターっていいっすよね。音がいいギターいくらでもあるけどね、セラクトスの高級なギターとか汗ついたままにしておくとすぐ色が悪くなったりね、いろいろ気をつかなきゃいけないんで、そういう意味でもラミレスはいいっすな。というわけで、ぜひ原長が 150mm 標準サイズでいい状況のラミレス見つけたら、ぜひ弾いてみていることを、スペイン曲とかねやってみてください。現代の高性能ギターとは違って大味なところはあると思いますが、ちょっとハスキーなナチュラルさこそがシダートップの底知れぬ魅力ということでご注目ください。ではThis isでした。ここは最近別用で時間を取られておりまして間隔が空いていますが、音楽が好きな気持ちは変わらないので、これからもぼちぼちやっていきます。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。